今日はこちら、これはメタセコイアですね。このちょっと大きなメタセコイアの秋の取り木をやろうかなと思ってます。一般的に、取り木が可能な時期は4月から9月頃まで、できるそうで、特に4月5月6月と、高温多湿の時期になると一番成功率が高いと、よく言われてます。ただその一番発根しやすい時期に取り木をかけると、最初に出た根に勢いがつきすぎて片根になりやすいとか、そういう望んでないことも、起こったりするので、2月の中旬とか3月上旬頃に早めに取り木をかけて、ゆっくりカルスを作らせて、発泡粘りの素材を作ると、そういうやり方も、あります。もう9月ですから、もう取り木可能な時期としては終盤というか、私もあまり秋にあえて取り木かけるようなことはしたことないんですけど、ちょっとこのメタセコイアさん、とにかく需要が高い。購入した時はこの2倍ぐらい、庭木用のものを安く買ったんですけど、去年の冬に半分ぐらいに切っても結構元気に伸びてますし、挿し木なんかした時に結構発根良くて、休眠枝、葉っぱが全くない枝挿しても結構出たので、発根がいいということは分かったので、将来的にはこの株はこのくらいの高さにして作って、直感で作っていきたいなっていう、希望があるので、やっぱりこのままにしておくと来年からまたここ強いところが強く伸びちゃいますから、秋のうちにちょっと力を分けときたいなという、そういう考えでやってみます。特に秋の取り木がいいとか、思ってるわけじゃなくて、ちょっと、挑戦ということで、今日はやってみたいなというところです。取り木したいところはここなんですよね。ここで、株立ちっぽく作ってみたら面白いかなと思うので、ここで取りたいので、邪魔な枝思い切って抜いてしまいます。これ挿し木、よし。この下はとりあえず置いといて、ここの取り木を今日はやろうと思います。はい。だいたいここかな。こういう感じで株立ちにしたいなって思ってるんで、この辺かな。この辺ぐるっとカット剥皮しますけど、いろいろやり方あるんですが、挿し木した時になんか全部片根だったんで、どうも片根っぽくなりやすいなって気にしてて、なので今回はまっすぐ環状剥皮するんじゃなくて、少しジグザグに切っていきたいなと思います。こんな感じでジグザグな感じ。取り木はちょっと太い幹のやつは結構ジグザグにカットして、根が出るポイントをたくさん作ると、そうすると発泡粘りになりやすいので、細いのは厳しいですけど、このぐらいの太さだったら器用な人はできるんじゃないかなと思います。前これで自分手をざっくりやったことがあって、それからやらないことにしてたんですけど、今回ちょっと久しぶりにやってみようかなという気持ちになりました。切り込みを入れまして、ちょっと削っていきます。で、乾きすぎないように霧吹きかけながらぐるっと剥皮、これで
かり剥皮できましたんで、いつものようにこういういろんなやり方ありますが、私はこっちがこれが手軽なんでこれでやってます。こんな感じですね。はい。あれ、芯が入ってない。よし、入れた。ここで止めて2つ水苔、細かく刻んだ水苔を入れていきます。今回は、発根もいい方だと思うので、ルートンとかオキシベロンとかそういうのはちょっとめんどくさかったんで使いませんでした。これで出なかったらもう一回やり直してもいいと思いますし、はい、これで、来春過ぎて、来年まで様子見たいと思います。一応乾燥しないようにラップをしてラップで包んで対策しておきます。こんな感じかな。感じで、今回ニューアイテム用意しました。ニューアイテムはこちら。カラーリングキャップ。髪染めたりとかするときに、自分でやるときに頭にくっつけるキャップですね。これをこれでいいんじゃないかなと思って用意したんで、でかいかな。よく釣り着とかするときに釣り法をラップでくるんで湿度保ったりとか二酸化炭素を逃がさないようにしたりとかしますけど、それの真似っこでいいんじゃないかなと思って、ちょっとちっちゃいけどこんな感じでここで止めとけばいい感じになるような気がしますんで、これちょっとしばらく使ってみようと思います。はい、ということで今日の作業はこれでおしまいです。それで前回のザル培養の動画でもいろいろ面白いコメントいただいたので、ここで少し取りまとめて、発表したいと思います。でフランスの方は、昔からザル培養用のポットが、結構開発されててあるよっていう話でした。はい、そうなんですね。あと何人かは海外の方ですけど、水草用のバスケットを使ってますという、コメントもありました。あれですかね、スリット鉢みたいなやつですかね。こういうプラスチックのやつ、ちょっとこれスリット入ってないんですけど、こういうところにこうスリット入れて水はけよく作ってあるやつありますよね。多分そういうやつかなと思います。あとはイタリアの方が、リコッタチーズの容器がちょうどいいのがあるからそれ使ってると。おしゃれですよね、リコッタチーズ、そういうのも工夫それぞれされてるんだなと思いました。であとセリアのザル付き薬味保存パックっていうのがちょうどいいということで、容器とザルとこういうボールとセットになって蓋もついててっていうやつがあるらしいです。画像検索したら本当にちょうど良さそうなやつでしたんで、私も今度行ったら買ってみようかなと思いました。はい、ここはいろいろありましたけど、今回はこんな感じで、いい情報をいただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。